はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆうすけです。今回は日本語の語尾について話していきたいと思います。皆さん、日本語の語尾うまく使えてますか？日本語の語尾をうまく使うことができたら、あなたの日本語はすごく日本人っぽくなるんですね。日本語らしさが出るっていうか。で、私結構この語尾の、今回台本を作りながらこれら使えたら本当に日本語力が上がるかな、すごく流暢に聞こえるなと思ったので、今回の動画で皆さん語尾をマスターしてほしいと思います。今回集めた語尾はネイティブの人が毎日使うものになっているので、すごくためになると思います。ではまず紹介していきます。一つ目、よです。よ。これは相手に情報を伝えるための語尾です。私はこう思ってる。これはこうだ。って感じで内容を前に出して伝える感じです。例えば、行くよとか、それ違うよとか、しっかりと情報を伝えるときに使う語尾になっています。はい。二つ目。二つ目は、ねです。ね。これは、共感とか確認のために使う語尾です。例えば、暑いねとか、これめっちゃ綺麗だね、みたいな、相手も同じように感じてるだろうと思って使います。同じこと考えてるっしょって感じで共感してる時に使う。共感してるだろうと思ってる時に使う。なんか、そう思うよね、みたいな感じで使いますね。はい、次。このよねですね。よねっていうのも伝えつつ、相手にも同意してほしい語尾ですね。さっきのねとほぼ一緒なんですけど、自分はこう思うんだけど、あなたもそう思うよねって時に使うもので、例えば、これって難しいよねとか、あれ便利だよねとか、便利だねよりも便利だよねの方がなんか共感しようとしてる感じがありますね。若干相手にそう同意してほしいのがちょっと強い感じ。はい。ほんのちょっとなんですけど。次は、なです。な。これは、ちょっと独り言っぽい感じ。しみじみ感があります。しみじみってしてる感じ。感情が相手よりも自分の内側に向いている時ですね。ちょっと男性っぽく聞こえることも多いです。例えば、疲れだなとか、うわ、いい景色だなみたいな。共感ってよりも、自分に向けて言ってる独り言っぽい感じですね。はい。次は、かなです。かな。これは迷いとか不安とか考え中の時の語尾です。めっちゃ日本人はね、使うんですよね。なんでかっていうと、この語尾っていうのは断定せずに頭の中で考えている感じを出すためなんですね。なので、間に合うかなとかあれって大丈夫かなみたいな感じで使います。不安の時とか、ちょっと断定したくないけど、なんか、ふんわり伝えたいとき、明日行けないかなみたいな感じで、なんか、こういう断り方。これは本当は全然いけないんですけど、明日行けないかなみたいな感じで、ちょっと優しく、断定しない感じで言うようにします。これはすごく日本人らしい断り方なんですけど、はい。次ですね。次は、のです。の。これは、柔らかい質問です。柔らかい聞き方ですね。か、何ですかよりも丸い感じで、ちょっと距離が近い感じが出ますね。会話ではマジで使います。例えば、どうしたのとか、なんで行くのみたいな。ちょっとね、マジで丸い感じがあるね。優しい感じがあると思います。ほんとカジュアルで。はい。使えますね。ぜひ皆さんも使ってみてください。はい。次は、んです。んですです。はい。次は、これは、んだっていうのがあるんですよ。例えば、そうなんだのんだ。なんだけど、これのんです。丁寧版ですね。まず、んだを説明すると、同じなんですけど、普通のですよりもちょっと説明感が強いんですね。で、今日は行けないんだとか言えるんですけど、あんまり言わないんですよ。このんだだけだと。どちらかというと、んですで日本人は話すので、今日は行けないんですとか、そう思ったんです。あんまりんだっていうのは使わないですね。はい。これはなんですっていうのはすごく丁寧な感じがあるんですけど、ちょっと説明してる感じがある。ちょっとね、ですよりも、
なんかちょっと柔らかい感じがしますね。ちょっとフォーマルだけど若干カジュアル。でも全然フォーマルな場でも使える。いけないんです、みたいな。いけないですはなんかすごくはっきりしてる感じ。いけないんですはちょっとなんかわかります。この雰囲気、説明してる感じ。ちょっと優しい感じがありますね。This is a quick ad. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lessons to real speaking practice, we create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Book from the description. はい。次は、かもです。かも。これさっきの、かなと似てるんですけど、かもっていうのは、これも断定を避ける語尾ですね。可能性はあるけど、言い切らない時に使います。例えば、明日雨降るかもとか、違うかもとか、こんな感じで使うことができます。明日行けないかもとかね、断る時にもすごく便利ですね。使えます。はい、次。けです。け。これ、思い出そうとしている時の語尾なんですけど、例えば、明日だっけとか、あの人誰だっけとか、なんか、思い出そうとしてる感じもあるし、その、相手にも確認しようとしてる時もあります。これ、ほんとどっちでも使えます。例えば、自分の中で独り言で確認してる時に、あれ今日俺いつからレッスンだっけみたいな感じで私言ったりしますし、友達に確認するためにも、あれ電車っていつからだっけみたいな感じで質問の感じで使うこともできます。はい。これマジでよく使います。はい。で次。じゃんです。じゃん。これは、ほらとか、言った通りとか、見ればわかるでしょっていう感じが強いです。相手もわかるはずのことを共有する感じのニュアンスですね。例えば、昨日言ったじゃんとか、これ高いじゃんとか、めっちゃいいもん持ってんじゃんとか、こんな感じでね、使ったりするんですけど、かなりね、使えたら面白い感じの話し方ができると思います。次は、ぞです。ぞ。これはね、めっちゃ使うわけじゃないんだけど、男がたまに使う感じですね。例えば、やるぞとか、行くぞとか、その、使いすぎるとね、キャラが濃くなっちゃうんで、あまりおすすめしないんですけど、かなり力を感じる語尾ですね。強い意志というか、勢いを感じる語尾です。やったるぞみたいな感じでね、使ったりします。勝つぞとかね。はい。で、これに似たのがあって、ぜがあります。ぜ。これも、使いすぎるとなんかちょっとアニメのキャラみたいになっちゃうんですけど、例えば、やろうぜとか、行こうぜとか、こんな感じで使ったりします。動詞と使うことが多いかな。はい。ちょっとね、すごくカジュアルで男らしくて、仲間内で使うことが多い語尾になっています。はい。次。だろです。これもね、ちょっと男っぽくて、荒っぽく聞こえるんですけど、強めの推量です。推量だけど、もう結構自信がある時に使える。例えば、じゃあ俺が英語ネイティブになるって言って、友達が、いや、それは無理だろう。みたいな感じで使う。推量っていうかもうほぼちょっと断定してるんですけど、結構ね、強い圧のある感じの言い方ですね。はい。でも結構使うので、おすすめします。はい。次は、でしょです。でしょ。これはね、柔らかいです。柔らかい感じの確認の仕方で、相手の同意を要求するときに使います。例えば、これめっちゃ美味しいでしょみたいな感じわかりますか？他にも、ね、この日本語難しいでしょみたいな感じ。説明にも使えるし、共感にも使える語尾になってます。結構共感っぽいかな。はい。次、これ最後なんですけど、今言っちゃったけどです。けど。これのけどっていうのは、接続詞ではあるんですよ。文をつなげるために使うのがけどなんですけど、別にその文をつながなくてもいいんですよ。これ結構英語でも一緒なんですけど、じゃあ例えば、今から一緒にゲームする？いいよいいよ。明日テストあるけど。みたいな感じ。テストあるけど、ここでちょっと止めて、なんか面白い言い方かな。なんかこういうことあるけど、みたいな。ちょっと
説明がめちゃくちゃ難しいんですけど、ちょっと情報を追加するっていう、こういうのがあるんだけど、みたいな感じで使ったりします。あとは他の使い方としては、会話を止めて、なんか相手に続きを委ねたりするときに使えます。例えば、もう今から帰る？俺ちょっとコンビニ行きたいんだけど、みたいな感じで、自分の言いたいことを優しく言って、で、相手に続きを求める。こういう感じで使うことができます。結構このけどのね、使い方は難しいけど、めちゃくちゃ使うので、ぜひ皆さんにはマスターしてほしいと思っています。はい、今回の動画はここまでです。だいたい16個、15個ぐらいを紹介したと思います。全部ね、使うものが多いので、でも使い方も注意してね、男っぽいのもあれば、使いすぎたらキャラが濃くなるのもあるし、フォーマルな言い方、インフォーマルな言い方も両方あるので、ぜひ自分の中でね、使えそうなものを選んで、みんなの日本語上手くなっていったらいいかなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね。